フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、こちらポッパーですね。ルアーマンが絶対に一度は投げるであろうこのポッパーについて解説していきたいと思います。解説といってもですね、結構ポッパーの使い方っていろいろあって、で僕が見てる中でもう少しこういう使い方した方が釣れるのになと思うことが多々あるので、その使い分けと状況に合ったポッパーセレクトっていうのを今日は話したいと思います。ということで、今回スタートしている段階でつけてるポッパーがこちらポップクイーンの5センチですね。沖縄で最も使われているポッパーなんですけど、このサイズがメッキからチヌからでオニヒラージュとかも食ってくるぐらい本当にベースといいますかポピュラーなサイズです。そしてですね、今回はアクションを見てもらうために少し大きいルアーを持ってきました。GT アングラーでもなかなか投げる人がいないぐらいのこのでかすぎんじゃないですか。これはちょっとやりすぎたんですけど、これでですねちょっと動きを見てもらいたいなと思います。なるほど。ポッパーとはですね、ルアーの口の部分にカップがついてるタイプのルアーのことを言います。でこのカップの役割というのはルアーを引いた時に音が鳴ってでその音によって魚を引きつけるという、メリットがあります。ポッパーの種類によってカップが小さかったり大きかったり斜めに入ってたり浅かったりと、いろいろ種類があります。で基本的にはカップが大きければ大きいほどアピール力が強くなります。アクションを入れた時にこの泡とか水しぶきがよく出ます。でこのポッパーの役割ですね、アクションが3つほどあります。で基本的なこのポッピングバシャンバシャンというようなこの水しぶきを上げながら引く使い方が一番ベースです。その他にダイビングさせたり水中を潜らせたりですね、その他ドッグウォークをさせたりこのペンシルでよく使うこういう首振る動かし方ですね、そのドッグウォークこの3つが挙げられます。それではですね、今説明したポッピングとダイビングとドッグウォークこの3つの動きを見てもらいたいと思います。それではポッピングからやります。投げたら竿を引きます。竿をこういう感じ、引いてきます。そうするとルアーがこう水しぶきを上げながら寄ってくると、これがポッピングです。続いてはドッグウォークをやっていきたいと思います。ドッグウォークはもう竿をちょん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 とこうリールを巻きながらこまめに動かす。これリズムが大事なんですよね。一定のリズムで引くことが大事です。トン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 と。でルアーによってはトントントンとかトン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 って動かした方がいいルアーもあるんですけど、基本的にはもう同じ調子で引いてくると。そうするとこうルアーが首を振りながら寄ってきます。これがドッグウォークです。続いてはダイビングアクションです。ダイビングアクションの動きはですね、ポッピングする時の動きに似ています。竿で引いて巻く、竿で引いてまた巻いてくる、釣り人の動き自体は一緒なんですけど入力するタイミングが違います。入力するタイミングというのはですね、ポッパーの場合は結構最初から強めにこういう感じで入れるんですけど、このダイビングの場合はですね優しく入れます。こういう感じですね。これをちょっと動きで見てもらいましょう。強く入れるとどうなるか。ポッピングでは全然いいんですけど、ダイビングのルアーでポッピングになっちゃってるんですよ。本来のルアーの動きが出し切れてないですね。このアクションする合間にこう糸が垂れるんですけど、この入力するタイミングですね、竿をこう引く時、引いた時にこのたるんだラインが急にバンと引っ張られるとそこで泡を噛んで爆発するんですけど、そこの入り口のところを優しくこうバンじゃなくてスッと入れてあげることによって泡を噛まずにぬるぬるっとこう潜ってくれます。でその時にですね、泡がうまく噛むとダイビングした時にこのルアーが振ったこのスラローム状の泡が残ります。これを魚が見上げた時にやっぱ残ってて
食ってくるというような特徴があるので、それぞれですねベストな動かし方というのがあります。続いて入力の優しいバージョンでちょっと弾いてみたいと思います。入力に優しいバージョン。はい、同じルアーです。今まではこうバシッと入れてたんですけど、優しくもうこういう脱力感ですね。はい、これがダイビングですね。これがダイビング。はい、そのポッパーの中でもポッピングタイプのポッパーで、ダイビングタイプのポッパー、ドッグウォークができるタイプのポッパー、その3種類があってですね、それぞれのベストな入力の仕方というのがあります。この3種類のポッパーなんですけど、どういった使い分けをするのかというと、魚種とシチュエーションで分けます。魚種はスピードの速い魚なのか、もしくは泳力がなくゆっくり泳ぐ魚なのか、その使い分けが一番大きいと思います。例えば、チヌーとバラクーダとなると動かし方が変わってきます。バラクーダに関して言えば速い方が食ってきます。ですがチヌに関しては泳力が高くないので、バラクーダを狙うようなハイスピードで引くと気づいても追っかけてこないんですよね。もう諦めてしまって追っかけてこない。なので泳力の低い魚を狙うときは基本的にゆっくり誘います。ドッグウォークですね。ドッグウォークもしくはポッピングになります。じゃあ逆にバラクーダとかは、ダイビングさせたりとか、ポッピングでも速いピッチのポッピングですね。ポコン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 っていった感じで、チヌの場合はポコンポコンとかいう感じですね。そのスピードの差というのがあります。でもう一つですね、見切りやすい魚なのか見切りにくい魚なのかっていうのがあります。チヌに関しては結構見切る魚です。なので結構ポッピングを嫌がったりもするんですよね。ポッピングで気づかれやすいんですけど、気づいた先で寄ってきた時にポコンと入れるとびっくりして逃げちゃうっていう魚もいるんですよ。でそのポッピングを喜ぶバラクーダもいるわけで、速いスピードでまた遅いスピード、見切りやすい魚見切りにくい魚、そこをベースとして魚種に対するポッパーのセレクトは決まってきます。ガーラはですねどっちも食います。はい、僕的な使い分けなんですけど、朝マズメとか、明らかに活性高い時は結構早巻きがいいと思ってます。はい、ポッピングとかもう一つパニックアクションがありますね。はい、早めのポッピングを入れることによって安定性がない動きというか、イレギュラーな動きをするんですけど、それが逆に良かったりもするんですよ。じゃあそれちょっと後で実演していただきますね。はい、シチュエーションによる使い分けですね。はい、それはどういうことかと言いますと、例えば水深が浅い場所で強いポッピングをすると魚びっくりして逃げちゃうんですよ。もしくはこの凪の場所ですね、シーンとしてるもう湖のようなところでポッピングでバコーンと入れるとやっぱり魚びっくりして警戒しちゃうんですよね。なので基本的に僕がポッピングする時っていうのは波が立ってる時とか水深が深い場所でよくやります。水深が深い時に魚が例えば沈んでて、そこでポッピングで遠くから気づかせたりとか深場から気づかせたりとかするために音を出します。はい、それではライトゲームでよく使うこちらのポッパーを使用して魚種別に実演していきたいと思います。はい、じゃあまずはチヌですね。はい、チヌを狙う時、チヌを狙う時というのは、例えばこの葉っぱがチヌだとするじゃないですか。葉っぱがチヌ。はい、そうすると今右に向かって流れていってるじゃないですか。例えばチヌが今右に向かって泳いでるとすると、この向こう側に投げます。ポッパーをもう全然離れた場所に投げます。そこから引いてきて、この時ドッグウォークですね。ドッグウォークします。ドッグウォークしてチヌの目の前を通過させる、そういった動かし方をします。次は根がある場所、この葉っぱが例えば根だとするじゃないですか。この葉っぱの周りにチヌっていうのはよくつくと思うんですけど、そうすると葉っぱの上までは結構普通に引いてくるんですけど、この葉っぱの周りでスピードを止めてちょこんちょこんちょこんと動かしたりします。こういった動かし方がポッパーによるチヌのアプローチです。ドッグウォークはですね、やっぱりリーリングしながら動かしてるのがやっぱりきついと思うんですよ。でドッグウォークがうまくできない人はですね、投げて、リーリングはとりあえずほっといて、この竿だけでも
これだけでいいです。ちょん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 と動かして、もう巻かないで。はい、でその分糸を回収する。でまたちょん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 と動かしてその分回収するというような感じで、この結構ストップっていうのはチヌにはめちゃめちゃいいんですよ。泳いでいったら諦めるんですけど、たまに止まることによっていけるんじゃないかなみたいな感じの反応をしてくるので、このストップっていうのはチヌ狙いでは、僕も結構多用するアクションなので。これだったらできますね。はい、これだったら初心者の方でもね、はい、基本的にはポッピング重視のルアーよりはポッピングもできてドッグウォークもできるというルアーが最強です。もう一つがメッキ系とか、あとはバラクーダとかスピードの速い系の魚、そういった魚を狙う時のアクションです。はい、これパニックアクションなんですけど、こういう感じでたまに潜ったりもするぐらいのこういう感じの動きですね。こういう感じで竿を叩きながら結構早めに巻くんですよ。これはドッグウォークをする時だったらもうこれぐらいなんですよ、巻くの。ゆっくりなんですけども、これぐらいのスピードで引いちゃいます。もう一つ最強な使い方があります。トップシークレットなんですけど、裏技ですか。はい、魚って結構ポッパーのこのバシャっていう音、水しぶきが上がることによって魚が注目するっていうメリットなんですけど、もう一つがですね、魚って結構取り合いになった時にちょっとスイッチが飛ぶというか、普段賢い魚もちょっとバカになるみたいなところがあるんですけど、それをオートマチックに出すことができるんですよ。はい、それがですね、こう投げて、ポッピングでポコンとこうアクションを入れてスプラッシュを上げた後にドッグウォークするんですよね。それ何かというと、バシャッとやった後に魚が違うやつが何か小魚を襲ったなと思って水面を見上げた時に、このこぼれた小魚がよたよた逃げていく、そういった演出を僕は結構やるんですけど、このアクションがですね結構効くんですよ。これターポン狙いの時にちょっと考えたんですけど、結構ターポン以外でもメッキとかも効いててですね、群れで入ってきて何匹かでこうベイトを襲うといった時に、この弱った魚とか、この口からこぼれてしまった餌とかアタックしてうまいこと食えなくてこうひらひら落ちていくやつとかめっちゃ食われるんですけど、それ狙いのやつもやっぱり結構いて、そういう魚が食ってきます。アクション的にはもう単純にポコンちょん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 ポコンちょん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 といったような動かし方になります。はい、ということで、今回はポッパーのアクションと使い分けでした。ポッパーはですね結構奥が深くて、奥深いですね。はい、使い方次第というか、使い手によって本当に釣果が変わってくるルアーだと思うので、そういった面ではかなり面白いルアーの一つじゃないかなと思います。トップといえば夏の釣りというイメージが大きいと思うんですけど、チヌとかちょっと釣れなくなっちゃう時期ではあるんですけど、今からの時期ですね、多少もトップに出たりで、ターポン、レディーフィッシュとか、夏はなかなかトップに出なかったような魚が冬は逆にトップに出てくれて、楽しくなってくる時期なので、冬だからといってトップをやめずにですね、ぜひ皆さんも冬でもガンガン強気で水面で誘ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。フィッシングギャングからのお願いです。釣りをする際には必ずライフジャケットの着用をお願いします。ライフジャケットにはこういうタイプがあります。腰巻き型、そして肩掛け型、そしてベスト型、こういったものがあります。磯釣りやリーフなど海での釣りをする方にはこちらのベストタイプがおすすめです。万が一落水や流されたりした時にライフジャケットをつけてるかつけてないかで生存率がぐっと変わります。竿やリールのようにライフジャケットも釣り具の一つとして着用をお願いします。